world champion from Japan, Tadahiko Sashi. Tadahiko Sahashi driving the Infinity. Former 1/8 world champion, looking to add another one to his belt. One decision to make, paper or plastic. He's got this one in the bag. Across the line, Tadahiko Sahashi, your world champion! まず世界戦、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どういう感じでね、レースを運んでいったのかなっていうのを知りたい人は結構いるんじゃないかなと思いますので、そのあたりちょっと今回は聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。今回、最初から調子良かったんですか？いや、もう最初からも途中もセッティングに関しては結構悩んでました。で、予選終わってからも悩んで、セミファイも悩んで、決勝だけ合いましたね、セットは。今回セットのレースっていうのは、あらかじめ決めて持っていったものでやってたんですか？そうですね。まず、今回2台体制でやってまして、まず1台は日本で走って、日本でよく走るセット。で、もう1台は、事前にですね、インフィニティのドライバーがリクトサーキットの方でテストを行ってましたんで、それのセットを元にした車の2台体制ですね。それはだいぶ違うものなんですか？全然違いますね。もう、ここで走ったんですけど、IFS でも。全く曲がらなくてですね、タイムも日本仕様と比較すると、コンマ5ぐらい出なかったですね。それだけ環境が違うってこと？そうですね。温度もやっぱり違ったんで、余計だとは思うんですけど。海外から来た選手が、だけが走れる練習時間っていうのが今回あったんです。そうですね。そこは、佐橋選手も走ってますね。はい。過去1年間でそのサーキットを走ったことがある人は、参加できないシステムになってますね。ここでのテストっていうのは、結構順調にいろいろできたんですか？そうですね。これがまた、急遽その場でルールが変わったんですけど、普通はコントロールみたいな感じでヒート分けされて、決められたところで走るっていうのなんですけど、今回はもう2日間フリー走行になったんですよ。なんで結構割と時間差がない状態でいろんなセットができたんで、テストがですね、それはもうすごい大きなことだったと思うんですね。思いのほか、多くの、走行量がそうです、できましたね。取れた。予選の調子っていうのはどんな感じだったんですか？予選はですね、早く走ろうと思ったら、あれなんですけど、結構早く走れる車にはなってました。ただ攻めればこけてしまうんで、ハイサイドしちゃうんで、そこがすごい難しかったですね。なんで予選も、1回目がこけてしまって、で、2、3はとりあえず走れまして、で、4も失敗。で、もう後がなくなってきたんで、もうこけずに、ゆっくり走る。ゆっくりって言ったらあれなんですけど、ちょっと抑えて走るスタイルに切り替えました。今回は7分予選ということで、1回給油。この給油の入るタイミングとかっていうのは、何か塚本さんと話して、こういう作戦でいくっていうみたいのはあったんですか？予選はですね、本来は引っ張りたいところなんですね。少しの給油で済むように、給油時間のロスを考えると引っ張りたいところだったんですけど、当然みんな一緒のような考えになると思うので、僕はあえてもピットロードが空いてる時間帯、結構早めの時間帯ですね、に入れるっていう風には決めました。多少そこでロス、コンマ何秒っていうのはあったとしても、車がいたらそっちの方がリスクもありますし、ロスにもつながるんで、そこはちょっとずらしましょうっていうので。基本的に燃費を、どれぐらい走るかを考えてから、どのタイミングで入れるか、残量も含めて
っていうのが大きく変わってきますので、作戦のうちの一つですね。3分から4分の間のどこで入れるか。あと7分という中で給油が1回必ず入るので、そこでいかに給油の方はもう早く、とにかく早く7分を走り切れる量の燃料を入れるっていうことを重点的に私の方はして、あとはもう佐橋さんが一生懸命走るというような。TQ の松倉直人選手は、シード確定。シード確定。予選で2位、3位、4位、5位までの選手などがスーパーボールで、1周のベストラップを競って、そうですね。一番速かった人が、2人目のシード権を獲得すると。この実際スーパーボールはどんな感じの、展開だったんですか？ですね、まず僕、予選の時でも14秒台は出せてまして、その全体の中でもベストラップに関してはかなりいい流れで入ったんですけど、で、車の方ももう一周出せるセットにちょっと変えてですね、で、トップバッターの出走順で、やっぱり14秒9の前半の方まではやっぱ出まして、で、もっと攻めればいけたのかもわかんないんですけど、自分の中で、大丈夫かなっていうちょっと考えが生まれてしまったんですね。で、タイム基準がやっぱわかんない状態での出走だったんで、それでタイム的には、結果的には3番目ですかね。でも、今思えばセミファイナル走ってよかったなっていうデータ取りにはなったんで。そこでセッティングを変えて、何か決勝に向けて、いいセットが見つかったと。そうですね。やっぱり徐々にセットの方向性が見えつつあったんで。今回そのセッティングは、期間通して、ピットマンとして塚本さんが今回、専属ピットマンということで、疲れたと思うんですけど、今回そのセッティングは塚本さんとも結構相談しながらやっててます。下からの目線と、で、実際やってるフィーリングですね。それを両方比較して、どうなのかっていうのを話し合ってましたね。チームとしても、今回セッティングの共有みたいなのは、かなり行われてたんですか？チーム内ではかなりやられてました。公表はされてないんですけど、セットアップをサーバーにアップロードして、各選手のセットアップデータは常に全員見れる状態の体制を取ってましたね。で今回もかなり、チームとしての、協力し合う部分っていうのが、かなり優勝に、優勝するにあたっては、かなり力になってた。そうですね。やっぱりその辺はもうデータが全てなってくると思いますんで、そこはすごいチームとして戦えたレースだったとは思いますね。練習行った時からタイ組がタイにいた連中、チャビット、アンディ、トリン、あの辺がもともとそのある程度のベースセットを取って作ってくれてたんで、それを元に、スプリングとかであんまり悩まずにいけたっていうところが楽だったかなっていう。でそれに新しいパーツを持ってってテストした中で、こんな感じでいけるっていうところの基本はできてたので、車のセッティングというよりこけたグリップ、ハイサイド対策をどんだけちゃんとできるかっていうのが今回のそのポイントだったんじゃないかなと思います。このチーム力に関しての満足度っていうのはどんな感じですか、今回？もともと大人数が多いから、その中で見たら悪くないかなっていうところは。でもやっぱ目標って言ったら常に10台で行きたいっていうのは目標ではあるので、そこにいかに近づけるかっていうのはまだ課題ではあるんだけど、その中でね、決勝9台残って、俺の目標はもともと10台っていうのが目標で、それの1個手前の9台までは来たっていうところで、9台まで来た時点でよしと思ったところはあったんだけど、ただやっぱグライナーさすが元世界チャンピオンだし、今年ヨーロッパチャンピオン2つタイトル取ってるっていうところで、スーパーボールの時ね、あんだけ転んでたのに、決勝になったら転ばないようにだいぶうまく合わせていたなっていうところで、チーム力の部分の、うまくいったところに、結果的にはそうなったのかなと思います。決勝は、実際給油の回数、一番多かった人と、一番給油の回数が少なかった人では、何回ぐらいの差が？ですね、多い人と少ない人でおそらく3回ぐらいは3回も違うんですね。変わってたと思いますね。
実際、沢橋選手の給油の回数は、はい。トップ争いをしてた中でいくと、はい何回多かったんですか？ですね、僕とグライナーは、選手は一緒ですかね。ジルス選手がちょっと1回少なかったのかもわかんないですね。じゃあ、もうトップ争いしてた人たちは、はい。まあ、最大1回そうですね。少ないか多いかっ多いか。はい。ていうところでやってたんです。そうですね。で、一回エンジンが止まりそうだったことが、あのレース中にあったんです。ありましたね連。結状態。ありました。中ストレートまで行くのに何回も息づいて、もう止まる本当に寸前ですね。そこにも運があった。そうですね、止まんなかったんで、そこはちょっとダリオ選手はちょっと止まってしまったんですけどねあ。あ、そういうのがあった。は決勝レースの中でい。はい。重要なところになるのはタイヤ交換なんですけど、はい。タイヤ交換の作戦っていうのはどういう作戦でいくんですか？これもセミファイを走って見えたところなんですけど、30分走った時に、右側だけはもうない状態で、左側はですね、もうあと30分走っても、ギリギリ走行できるぐらい残ってるんじゃないかっていうデータが取れたんで、もうそこの時点で僕は二輪交換、減る側の右側だけですね。そっちだけを交換するっていうふうに決めましたね。右の前と後ろだけを交換。そうですね。片側二輪っていうのはもう走行するのがすごい難しくなるんで、そのすごいリスクは高いのは高いですね。時間を削る代わりに。で、交換した後の右側のタイヤっていうのは、まあ、極端に大きくなるっそうですね。ていうことは、車がまあ傾くっていう、そうですね。まあ、車左に傾くと思うんですけど、となると、車がまずまっすぐ走らないんで、そうです。走りたいですね。この辺りはどういう調整をして、ですね、給油中に僕はもう毎回トリムをアジャストしていくんですけど、で、タイヤ交換の時に一気にトリムを戻していったんですけど、全然寄っちゃいます。左に寄ろうとするんで、もうバックストレートもまっすぐ当然走れないし、コーナー中もハンドル戻しても曲がっていこうとするんで、すごい難しかったですね。まあ、後半戦、はいどの辺りではい優勝争いの意識っていうのは出てきたんですか？残り時間15分から20分ぐらいのところで、ジルス選手が、結構割と近づいてきたのが分かった時ですね。もうペース的には明らかにもういいのは分かってましたし、で、給油のロスもですね、塚本さんのがなくて、まあ、給油するたんびにコンマ5とか、それぐらい追いついて、あんまり気にせず走ってましたね。はい。最後の給油を終えて、はいコースに復帰した時にはもう1位で戻ってはい。たと思うんですけど、はい残りの最後走り切るまで、はい。この時の心境ってどういう感じだったんですか？まあ、ものすごい集中はしてましたけど、まあ、とにかく飛ばないように、ハイサイド下に。ハイサイドしないように。ただペースを落としたら追いつかれてしまうんで、だいたい15秒0から1近辺で走るペースを守って走りをしてましたね。残りの、まあ、数周はい。走ってる時ってはい。何を思って走ったんですか？あれ、まあ不思議なんですけど、まあ、前回81も勝たせてもらった時も、まあ、残り3周、4周ぐらいで、ラジコンをやり始めた時の思い出とか、レース始めてのとかですね、そういうのがなぜか全部じゃないですけど、思い返しちゃうんですね。走馬灯のように。そうです、そうです。で、すごい、なんていうんですかね、ここまで来れたのかっていう実感が出てきますよね。ラストラップはい。入った時に、はい。認識してラストラップ入ったんですか？いや、もう言わないでくださいって言ってました。僕はもうそこはゴールするまでもう常に集中しておかないと怖いんで、もうそこはまあ言わずに集中して、ゴールしたらゴールしたっていうのを教えてくださいって言ってまし実際ゴールして、た。はい。ゴールした瞬間にはい。思ったことっていうのはどういうことですか？単純に嬉しいです。感情が爆発するぐらい嬉しいですね。まあ、この優勝できたはい。その要因っていうのははい。何だったと思うんですか？当然そのチームの、結束力もありますし、まああと
大会期間中にその応援メッセージを結構送ってくれる方々がいまして、まあ、練習中、予選途中で心が折れそうなぐらいハマった時とかもあったんですけど、そういう時に送ってくれる人とかもいて、まあ諦めかけてたんですね。もうダメなんですけど、レースまだ決勝レースが終わるまで、始まるまではまだレースじゃないのは当然なんですけど、そこでもう折れそうになった時にそういう応援メッセージとかもらうと、まあ自分がちょっと何考えてたのかっていうような感じになって、またそこからより頑張ろうっていう風になったのはすごい大きかったと思います。お兄ちゃん、優也選手ね。はい。今回ちょっと仕事の都合で現地に行かれなかったと思うんですけど、やっぱ一番ね、応援してたのは、はい。やっぱり兄弟であるそうですね。お兄ちゃんと、はいまあ、あとはね、お父さんお母さんそうですね。応援してたと思うんですけど、はい。このあたり家族にはすぐ連絡したんですか？そうですね。うちの兄貴の優也の方はですね、ゴールして、ちょうど三浦さんが電話で話してましたんで、そこでもうすぐ代わって報告はさせてもらいました。まあ、伝えれなかったですけどね。やっぱ喜んでました。そうですね。で今回まあ優勝して、はい。まあ、2回目のね、はい。 9年ぶりの、はい。まあ、世界一にもう一度輝いたっていうことなんですけど、今後の目標っていうのははい。何かあれば教えてください。やっぱり、僕は世界戦 K チューンで勝たせてもらって、今回アディクト、インフィニティアディクトサーキットで勝たせてもらった時、うちの父親、母親っていうのは現場にいないんですね。あ、K2 の時は、もういなかったです。はい。まあ前は北西があったんで、まあそれで来れないっていうのもありましたし、まあなんとかその、世界戦取ってるところの現場で父親、母親に見せたいですね。なんでそれがまあ来年の IFS で世界戦81行われるので、そこがもうチャンスかなと思います。そこは全力でちょっと挑みたいなと思いますね。クラスね、はい。勝つっていうのはすごいことだと思うので、そうですね。このあたりっていうのは、はいまあ、来年の IFS の世界戦に向けて、はい。これこう自信になったりとか、そういうのありますか？そうですね。やっぱり自信にはすごいなると思いますね。まだちょっとその、実感じゃないですけど、そういうのはあんまり湧かないんですけど、まあ効果的にはゼロでは絶対ないと思うので、まあそういうのはすごいプラスには絶対になってると思います。頑張っていきたいと思います。この来年ね、はい。まあ、インフィニティのサーキットとして、まあ、ここで育ったそうですね。高橋選手としては、はい。実際見に来てくれる人もいると思うので、そうですね。来年の世界戦も応援してますので、また頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。頑張ります。これライブはどこで見てたんですか？ちょうどこの IFS で、まあ、たまたまその決勝日だけ時間空いたんで、まあ、IFS 家族でみんなで見て応援しました。はい。まあ、日本からね、見てて、まあ、今回参加できなかったんですけど、まあ、ああやって日本で YouTube、テレビ流してくれて、まあ、ハラハラでしたけど、まあ、ちゃんと撮ってくれたんで、まあ、よかったかなと思います。やっぱ兄弟なんで、まあライバルでもあったんですけど、やっぱ勝った時は心の底から嬉しかった感じはしたんで、まあやっぱ、兄弟でこういう趣味をやって、まあ仕事も一緒にやってるんですけど、まあ常に一緒にいるんで、本当心の底から喜べたかなと思います。はい。塚本さん、はい世界選手権、はい、お疲れ様でしおた。疲れ様でした。おめでとうございます。いや、私というよりも佐橋選手が早いんでやっぱこれはね、エンジンカーはやっぱり一人ではね、戦えない、まあ、レースなので、はい、まあ、ピットマンがいてこそのね、やっぱ優勝っていうのは、これはもう誰もが思ってるところだと思うので、世界チャンピオンになられる方の一番目の当たりにして、そのゴールの瞬間とか、もうドライバースタンドで喜んでる姿を一番近くで見れたのはすごいもう嬉しいというところなので、本当高橋選手にはもう感謝というか、一番近くにおれてすごく嬉しかったですね。まあ昔からね知ってる三浦さんとしては何か思うことっていうのは何かありますか？いやー、やっぱその
速さは衰えてないなっていうところは感じて、やっぱそのラジコン業界から離れててもやっぱ自社業界で頑張ってるところもあって、その中でそういったところのノウハウを生かしながら、そのデフのこととか含めてそういうのを生かしながらこうやって結果に結びつけてくるっていうのは大したもんだし、逆に言ったらその20代だけじゃなく30代になってもまだ速さを持ってられる、ジルさんの40代だし、逆に言ったらそういった意味ではまだまだ戦えるっていうところを見せてくれたのはやっぱ大したもんだなと思うし、逆に言うと8分の1オンロードの中で2人目となる8分の1レーシングと10分の1の両方のチャンピオン、2人目のチャンピオンという形で、それが久しぶりに生まれたっていうところがそれがうちのチームから生まれたってことでは嬉しいなと思いますね。Wilkin, fourth, Balestri. A few laps back in fifth. Across the line, Tadahiko Sahashi, your world champion!はい。育ってるもんね。そうですね。もう、小学校5年生ぐらいからですか。メディアルサーキットですね。この世界選手権ね、はい来年ここでやるけど。そうですね。絶対勝ちたいですね。勝ちを狙っていきたいですね。勝たなきゃダメでしょ。そうですね。